こんにちは、角鹿のりこうです。本日は前回ご紹介したこちらのちょっとしたお正月花、これと全く同じ組み合わせのものをスーパーでもう一束買ってきたので、この2つを合わせてもう少し華やかなお花っていうところで、こちらの花瓶を使って皆さんにもご紹介していければと思います。それでは今日も早速いけていきましょうか。はい、ということで本日は前回と全く同じ花材ですね。ですのでもうご紹介とかは割愛しようかなと思ってるんですけど、これ1袋1000円とリーズナブルですし、入ってるお花の量や質を考えるととってもお得なので、1袋でももちろん綺麗に飾れるんですけど、合わせて2袋分でもうちょっと華やかなお花皆さんにご紹介していければなと。ですので今日使う器は前回の100均の器よりもう少し大きめのなんてことないシンプルな花瓶、これを使っていこうかなと。そしたらまずは水を入れて、で前回のお花も結構綺麗にまとまったので、ぜひね合わせてみていただきたいんですけど、この動画から見始める方もいらっしゃるかもしれないので、この1袋に何が入ってるかだけざっと見ていきましょうか。色も何もかも前回と同じものを選んだんですけど、紫の葉ボタンとか菊もいろんな色があったので、本当は別のものを買ってきたかったんですけど、2つ合わせるとなると、いろんな種類やいろんな色が混ざってると、ちょっと花っていうのがごちゃごちゃしてくるかなと思うので、そんなところからも前回と同じ組み合わせで良かったのかななんて。それぞれのお花がお正月に生けられる理由なんかも前回の動画でご紹介してるんでね、ぜひチャンネル登録がまだの方はこの機会にポチッとお願いいたします。まず若松が1本。これは前回より月枝がちょっとチャッチーですね。寂しい感じなんですけど、メインのこっちを使っていくので、これは後で落としていく。続いて葉ボタン。時間が経ってくるとこのように外の方から黄色みがかってくるので、これはいける時に取っておこうかなと。この黄色みがかってるのを取れば緑で綺麗なんでね。でこちらヒペリカムが1本と、オレンジ色の綺麗な小菊が1本で、今日もこちら使わないんですけど、スプレーカーネーションが1本。これはこれでコップとかに飾ると綺麗なんでね。でこういったちょっとしたお正月飾りが2本。これと前回のお花で組み合わせていこうかなと。花瓶で生ける際のポイント、これお花を生ける順番というのは人それぞれなので特に決まりがあるわけじゃないんですけど、私はいつも基本的にこういった主役になるものをスッと生けて、ベースを作ってから中心をお花でまとめていく、そうやって生けてるんですけど、花瓶の場合こうやって立たせたくても花留めが入らないので倒れていってしまう。でこれをこういう表情で固定するテクニックとかっていうのはいろいろあるんですけど、その中の一つを皆さんにご紹介しようかなと。これはテクニックっていうほどのものじゃないんですけど、ちょっと先に見てもらいましょうか。今日は順番として先にですね、中心部分をこういうお花で生けていってあげて、で花瓶にこういうお花が先に入っていると、今花瓶の中に入っている茎と茎の間とかにこうやって立てかけるように生けるとスッと立ち上がってくれる。今この辺りのお花切らないで高い状態で生けてるので少し分かりづらいかもしれないんですけど、松が今ここにいるんですけど、先ほどのようにこっちまで倒れてこないですよね。それはこの菊と葉ボタンの下に入ってる茎にこんな感じで支えられてるので、これ以上倒れてこないと。そんなところでものすごくざっくりとした説明ではあるんですけど、先に中心部分のお花を生けると、特にこういった若松とか細い枝の場合は後から入れてあげた方が結構生けやすいですね。ということでまずは先に短く切ってしまったこの葉ボタンを生けていこうかなと。でもうすでにだいぶ短いので水に浸かってしまいそうな葉っぱは事前に取っておく。ちょっと小さくなっちゃうんですけど、それでも立派ですね。このぐらい茎の丈が長ければ十分なので。そしたら今日も葉ボタンで口元をキュッと締めようと思うので、これをこんな感じで斜めに生けてあげる。斜めにこうやって生けてあげることでぐっと前に立体感が出るのと、正面から見た時に花瓶のところにお花がかかってくるので、器と植物で一体感が生まれます。ですので1本目はこんな感じ。そしたら2本目もこのように中心部分に生けていこうかな。少し傷んでる葉っぱは事前に落としてしまいます。そしたらこれを中心部分にスッと生けていく。1本目より少し高い位置に入れてみました。そしたら次に短いこちらのヒペリカムを生けていく。これもこの辺はもう水に浸かっちゃうので、下ちょっともったいないですけど落としちゃいますね。これなら口元入るんでね。で正面に葉ボタン来てるので、こちらは少し横にふわっと広がるようなイメージで、とりあえず1本目はこんな感じで、もう1本を
これも同じように塊として見せるっていうのはありだな。ちょっと空間開けたり離してあげると他の花材が混ざってきて調和するんですけど、逆に色とか強さでガチッとぶつけ合うっていうのも一つの手なんですよね。あと菊が入るからやっぱちょっと散らした方がいいのかな。そうですね、この辺に生けていきましょうか。でここの部分に菊生けるとヒペリカム、菊、ヒペリカムって感じでそれぞれが独立しないで少し混ざり込んで一体感が生まれるので、まあそれが普通ですけど綺麗なんじゃないかな。ということで2本目は少し高めにこんな感じでスッと立ち上がってくれるので、ここに空間ができると。そしたら今できたこの空間にすでに短く切られているこちらの菊を生けていく。ですのでこれもねちょっと下の部分、花咲いてる部分があるんですけど水に浸かってしまうので落としてしまいます。ごめんよ。この子は大丈夫かな。これも後で綺麗に飾れるんでね。こんな感じ。これをこの辺りにふわっと、いい感じですね。そしたらもう一本はこの辺に生けていきましょうか。そうすると全体的に混ざり込むかと思います。ごめんよ。で少し高い位置にスラッと、こんな感じでいかがですかね。アレンジメントのようにふわっと塊で見せてもいいんですけど、こういったふっと抜ける空間があるとなんかちょっと心が柔らかくなると言いますか、こういった空間、間合いというのが生け花ではとっても大切なので、それと先ほどお話したようにヒペリカム、菊、ヒペリカム、菊とそれぞれ高さや角度に変化をつけながら全体が混ざり込んで調和するように生けてあげると一体感が出て綺麗に飾れるかと思います。そしたら最後にこちらの松を生けていく。で1本目は少し短い位置にこんな感じで、ですのでこの辺当たってしまったり水につきそうな葉っぱは全部事前に落としておきます。こんな感じ。1本目は少し傾くように。で今他の花材が入ってるので隙間を狙って生けていくと割とすんなりとこんな感じで自分の止めたい表情でカチッと止まってくれます。やっぱ中心部分先に生けて後から松生けるって正解でしたね。これも皆さんぜひ参考にしていただければなと。そしたら2本目は1本目より高い位置でスラッと生けていく。で花瓶とか中心の花のボリュームのサイズ感的に少し高めに伸ばしてもいいと思うので、ちょっとこの状態だと短いかなと。でそういう場合は前回ちょっとしたお花を生ける時に落としたこちら松の枝、これをですね足元にこんな感じで添えてあげて、であとは輪ゴムでこの2本を留めてあげる。そうすると今接ぎ木したこの分だけ長くなるので、そうやって全体のボリューム感に合わせて少しかさを増すなんていうテクニックもあるんでね、これもぜひぜひ参考にしてみてください。したら下だけちょっと割っておきましょうか。結ぶ前にやった方が良かったですね。でこれをスラッといけていく。こんな感じかな。ちょっと画面が見切れてるんですけど後で写真ちゃんと撮れればなと思うので、最後に前回同様こちらのお正月飾りを少し混ぜ込んで完成。これは雰囲気なんでね、適当にふわふわっと。でこの迎春飾りは文字が2つ入ってると変なので、これは1本だけどこか適当に混ぜ込んでいこうかな。こんな感じですかね。でもうちょっと華やかにしたいという場合はこちら100均で買ってきた水引きですね、これをかけていく。で小さいサイズですとこの状態だとちょっと長いのでいつも半分に切ってたんですけど、今日はお花に結構サイズがあるのと、あともともとこうやって輪っかの状態で売られてたのでちょっと癖があるんですよね。こんな感じで綺麗にピンと張ってないですので、逆にこのなんかうねりみたいなものをちょっと利用してこう流れるような感じでかけていこうかなと。ですのでまずは両端をセロハンテープで留めていく。逆側も同様に留めていきます。で両端をちょっとハサミで整えて、少し丁寧にするとしたらこのままだとちょっと束になってるので少しふわっと広がるようにうまいことほぐしていく。こんな感じで川の流れのような。でこれを下の低い部分と上の松の高い部分に引っ掛けて、こんな感じかな。
逆にこのもともとついてる癖を生かすってなかなかありですよね。少しふわっとなるようにしてあげて、はい、これでスーパーの花束を2束使って花瓶に生けたもう少し華やかなお正月花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。やっぱ2袋使うと一気に華やかになりますね。ぜひ皆さんもこのチャンネルを参考にチャレンジしてみてください。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。